シンガポールに住んでるんですよね。はい、そうですね。おー、そうなんだ。私、シンガポール行ったことあります。あ、そうですか。旅行で？旅行、中学校の時うに、ん。交換留学、ああ、そうですか。はい、ショートスえタディプログラムうで行ったん。ことがあります。えー、はい。暑い今あ、暑いそうでですか？すね。日本にも住んでましたよね。はい、1年間住んでました。1はい。年間。日本の夏とどっちがいいです？シンガポールの。そうですね。まあ、多分シンガポールの方が暑いですね。蒸しシンガポールの方が暑い。暑い。そ湿度はヒューミう。ニテはい。ィはどうですか？はい。高いんですね。高い。じゃあ日はい。本の夏の方がいい。そうですね。そう。そうなんだ。日本もでもすごく暑いです、今。そうですね。うでもん。夏、梅雨もあるんですね。なんか、あ、梅雨ありますね。もうでうん。も梅雨は終わりました。うん。最近はもうずっと30度以上の、うーん。はい、すごく暑い日が続いてます。うーん。では、最初に自己紹介を少ししてもらおうかなと。もう飽きました。はい、はい。じゃあ、先生からですか？私から、私いいは鈴ですか？木みたい。日本語の先生を5年間。えその前は英語の先生を2年間やっうてました。ーん。そうではい。すか？英語は子供たちに教える先生でしたあね。なので、ダンスしたり、歌ったりあ。とか面白い。よくしてました。う日本語はん。留学生に教えることがほとんどです。ジャミンさんは？はい。私は、今、小学校で音楽を教えていますね。はい。ああ、じゃあダンスしたり歌ったり。はい。はい、そうですね。はい、じゃあ同じで。それは英語でですか？それとも中国語？英語、まあ、だいぶ英語で、シンガポールの学校は英語はい、はい、そ英語うです。使って勉強するんですね。そじゃあ英語の歌ったり。う。うん、そうです。楽しそう。疲れます。そう。今、コロナですけど、学校で直接会って一緒にああ、勉強。そうですね。今、ちょっと厳しいですね。うん。なんだっけ、席うん。にみんな離れてでマスクをしてるんですね。ああ、音楽の授業なのに、うん。歌うのはできないんです。お、そしたらうん。何？何をするんああ、ですか？そうですね。少しダンスをして、うん。歌の、なんて言うんですか、lyrics、なんて言うんですか？歌詞？歌詞ですね。はい、歌詞を学んで、でもはい。歌うのは、あ、歌ってはいけないんですね。そうなんだ。あうあ、ん。音楽の授業なのにちょっと寂しい。そうです。そうですね。なるほど。楽器とかは？はい、レコーダーとか、うん。使えないんですね。使えないんですか？今、ダメなの？なんていう、服から。サライバ、はい、はい。うん、ああ、そうなんだ。そじゃあ叩くのとか、う。太それは大丈とか。夫です。それは大丈夫。はい。じゃあ音楽の授業っていうかダンスの授業みたいそうですね。な。でも楽しそうですね。うん。はい。私の授業は読むのと聞くうのと話すん。で、宿題で書いてもらうっていうのをはい。やってます。はい。はい。なので、もし、ジャーミンさんもよかったら、今日のトピックについて宿題書いてみてください。送ってくれたら私、その宿題、日本語チェックして、お返しあします。ってはい。いう感じです。はい。では、一緒にトピック読んでいきますか？はい。見えますか？はい、見えます。タイトル、トピック、癖なんですが、わかります？この漢字読めました？
はい。お、癖って、bad habits ですね。ああ、でもバツだけでもないかなああ、っていう気もそうするけど。ですか。あはい。あ、はい。じゃあ読んでいきましょう。おじゃあ、願いします。あなたにはどのような癖がありますか？人は誰でも必ず癖があると思います。髪をかき上げる癖、はい。頭をかく癖、うん。まばたきをする癖。え、これは読めないんです。これ、爪って読みまあ、す。爪を噛むはい。癖。あ、貧乏。貧乏ゆすりをすはい。る癖。あ、はい。また漢字。難しかったです。腕組み。はい。腕組みですね。はい、腕組みや足組みをする癖など、さまうん。ざまな癖があると思います。うん。くすっと笑ってしまうような癖や、うん。見ていてふよ不愉快。不愉快にはい。不愉快になる癖もあると思います。うん。また、自分では気づかなかったのに、周りのうん。人に言われて初めて気づいた癖もあると思います。うん。あなたやあなたの周りの人にはどのうん。ような癖がありますか？うん。面白い癖や珍しい癖など、さまざまな癖について話しましょはい。ありがとうございます。う。発音もすごく良かったと思います。ありがとうございます。漢字もなんか結構たくさん漢字あったけど、ほとんど読めてましたね。そうですね、少し。はい。よかったです。じゃあ、わからない言葉とか結構ありました？大体意味は分かった。はい、一緒に行きましょうか。うん。はい。あなたにはどのような癖がありますかは大丈夫。はい、大丈夫。はい。人は誰でも必ず癖があると思います。はい。Everyone う probably ん。 has habits ね。はい、そうはい。ですね。です。髪をかき上げる癖。それはちょっと髪をかけ上げる。はい。さっき多分、ジャミーさんやってなかったですか？髪の毛を。そうですか。これ気づかなかった。そうですか。しましたか？さっきやってた気がする。ありますね。髪をかき上げる癖とああ、そか。れです。はい、それはそれそれ。い。やりますうよく。ーん。はい、多分ね。初めて気づきました？そうそう。そうでおお、す。じゃあ今人に言われてはい、また。は初めい。て気づいた癖ですね。はい。じゃあ、これは何て言うんですか？前髪うん。をいつもうん。触る。あ、これは前髪を触るあ、癖です。はい。はそい。のまま。はい。アレンジ前髪する。触るう癖がありますん。ね。うん。はい。あとは頭をかく癖。いますそういう人。うあんん。まりかくはわかる。スクラッチですか？はい、そうです、そうでへす。え。はい。男の人とか結構やったりするかなっていうイメージあるけど、どうなんですか？へえ。うわーとか。そして、瞬きをする癖。それはわからない瞬きです。わかりますか？瞬きは目を、これ、ああ、緊張、ナーバスな時とか、緊張してる時とかに、たまにっていう人がええ、あんまりいない？ええ、そんなに、うん、そんなにいないですか？うん、これそうです。は女の人の方が多いのかな？どうなんだろう。うよくーん、瞬きをする癖。あとは、爪を噛む癖。うん、それは結構いるんですね。います？美味しいの？美味しいのかなって思いません？そジャミーさんは噛みます？う。うん、しないんですね。しない。う子供ん、結構
小さい子供がよくそう。指こう舐めてたりとかするかな。あと貧乏ゆすりってわかりますか？貧乏ゆすりは、足とか腕とかを細かくこうシェイク震え、わかります？いる？例えば、テストの時とか近くの席の人が足をずーっとぐー動かしてるっていう嫌だなって思うんですけど、わかる？貧乏ゆすっていうんですね。貧乏ゆすりっていう名前なんです、その癖が。はい、見たことがあります。見たことあります。私はこれが、見ていて不愉快になる癖なんですけど見ていてもテストの時とか近くの人がこうずっとうーってやってたりするとやめてあとは電車とかもそうですね。そうですね。はい。電車で隣に座った人がずっとこう足動かしてるとなりますね。はい。あとは腕組む。腕を組む癖、足を組む癖。いろいろあります。で、くすっと笑ってしまうような癖。見ていて、面白い、可愛いっていう癖。なんかあります？くすっと。くすっとはちょっと笑っちゃうっていう感じですね。はい。例えば、私の父と妹は、嘘をつくときに鼻がひくひく動く。ほら、かわいい。ちょっと笑っちゃうでしょ？それがくすっと笑ってしまう癖ですね。嘘ついてるっていうのがわかるので、ちょっと面白く、かわいいなっていう。なので、私の父と妹は嘘をつくことができません。すぐバレてしまいます。はい。これかわいい癖ですね。あとはさっき私が言った貧乏ゆすりやだっていうような見ていて不愉快になる癖もあると思います。でもそれも癖って言うんですか？不愉快に、こっちが気持ち。その相手の癖、隣の人が貧乏ゆすりしてるのを見て、やだっていう、見て気持ちがあんまり良くないっていう癖です。ありますか？私はそんなに気にしない。じゃあ隣の人がこうすごく動いてても大丈夫？そうですね。許します。また自分では気づかなかったのに周りの人に言われて初めて気づいた癖ありますか？はい、あります。例えば、鼻歌を歌います。そうなの？はい。音楽の先生だ。そうですね。どんな時に鼻歌を歌いますか？どこに行ってもしますね。はい。いつでも言われたんですね。私は本当に無意識に。そうなんだ。はい。鼻歌を歌う癖があるんですね。はい。かわいい。それはいつ言われたんですか？そうですね。職場でよく言われたんですね。そうなんだ。職場で歌って。面白いですね。最近のお気に入りの鼻歌は？お気に入りのよく歌ってる鼻歌は何ですか？特にないんですね。この時期に何をどう言いますか？ Whatever I'm listening to during that period。その時期に聴いてた歌を歌うっていう感じですか？流行ってたとか？そうですね。例えば何か子供たちに教えたばかりの歌とか、なるほど、いいですね。じゃあ私は周りの人に言われて初めて気づいた癖が、考えて
何かを話すときに、口の周りにこう手を当てるっていう。こういうふうに。はい。はい。こういうのとか、あとは顔にこうやって手を当てる癖があります。ああ、そうですか。何か考えて話すときですね。うーそれはん。私は自分では知らなかったので、言われて、ああ、確かに、と思いました。はい。で、最後、あなたやあなたの周りの人にはどのような癖がありますかなんですが、鼻歌以外にジャミンさんはどんな癖ありますか？髪かき上げた。例えば、時間を無駄遣いとか、それは癖って言うんですか？時間を無駄にする癖？うん。どんなことするんですか？例えば YouTube の動画を見たり、Netflix を見たり。ああ、なるほど。癖？習慣かな？カスタムかな？じゃあ、癖、うん、日本語の癖と英語の habits、うん。ちょっと違いますね。多分、かな。癖は、うん。なんか気づかないうちにやってしまうこと。はい。なので、やっぱりさっき鼻歌とか、髪をかき上げたりとか、あと私があるのは、ナーバスな時は、アクセサリーを触る癖とかもありますね。します？あんまり？それ、ちょっと変な癖があります。でも、どうやって言うかわからないんですね。こうします、よく。指で？はい。でも、理由はわからないんですね。ただ、癖。はい。どういう時にやるんですか？いつでもします。いつでもいつの間にかこれやってるんだ。はい。面白い。これでも癖だと思います。そうですね。はい、面白い。それ直したいです。はいはい。直したいです。でもできないんです。そうですよね。癖ってなかなか治らないんですよね。自分はあまり意識をしていないので、なかなか直すことができない。難しいですね。では、面白い癖、珍しい癖、今まで見たことあります？それは見たことはないんですけど、友達から聞きました。私の友達は、先生ですね。彼の生徒たちはストレスの時、髪を、なんて言うんですか？引く？抜く？抜く？抜くんですか？はい。痛そう。そう、それは多分、serious。神経、なんて言うんですか？本当に悪い癖。serious。そうですよね。そうなんだ。でもそれがストレスをこうなくす方法なのかな、こう。それは悪癖ですね。そうですね。それは直しないといけないんですね。あとは勉強してる時とか癖出たりしません？あんまり？小学生とか癖ないのかな？今思い出さないんですね。私は学校で働いていた時、学生の癖をよく見ていて、一番あるのはこうペンを回す。そうですね。います？でもなんか現在の子供たちはあんまりしないんですね。そうなんだ。どうだろう。みんなは多分いつもなんとか携帯電話とかスマートフォンしたり、こんなことをしないんです。あまり使わないの？
そうですね。あまりしないんですね。そうなんだ。面白い。こう、ペンを回したり、あと、このペンの後ろの、このノックのところをこう、それはします。やってる。やっぱりそれ。ジャミーさんもやるの子供たちで。そうですね、私も。はい。はい。私も。そう、学校だとなんかいろんな人の癖が見えて面白いなと思うんですけど、こういう人とか、あとはそうですね、鼻をこう上にやる人とかいましたね。何？わかります？こう、鼻をいじる癖があって、上に向けて、っていう。あまりですね。はい。本当ですか？子供とかで鼻こういじるのが好きな子とかいたりしたんですけど、では大体こんな感じですかね。もしよかったら宿題で癖についてちょっと作文を書いてほしいなと思うんですけど、あんまり時間ないですか？OK です。はい、します。はい、頑張ります。難しいけど。はい、やってみます。例えば、周りの人の癖でもいいし、ジャーミンさん自身の癖でもいい。はい。はい。家族癖あります？お父さんは、足を、振るシェイクなんて言うんですか？それ貧乏ゆすりじゃなくて？そうですね、貧乏ゆすりするんだ。はい、男の人は多いですね。でも、お父さんは寝てる時でもしますね。そうなんだ。ちょっとやばい。ちょっと心配になりますね。そうですね。あと寝てる時でもいいです。歯をやる人。はい、そうですね。お父さんやります？それを私やるの？はい。寝てる時に？普通の時はやらない？そう、普通はしないんです。やらない。そうなんだ。これは歯ぎしりって言います。子供が悔しい時とか歯ぎしりする子がいたりするかなと。歯ぎしり。歯ぎしりですね。ぐーっていう。はい。あとは口癖とかも言います。口癖はよく口にする言葉。なんかありますか？私は OK とか大丈夫ですかとか確認するのがすごく癖ですね。先生なので OK 大丈夫とかをすごいたくさん言います。これが口癖ですね。口癖。はい。ジャミンさんなんか口癖ありますか？よく言う言葉？よく言ってしまう言葉。そう、日本語を話すとき多分、なんかって言いますね。それはなんかっていうのが口癖？はい。それは口癖ちょっとわかるかも。なんかっていう。はい。それは口癖って言うんですか？口癖だと思います。よく言うんですよね。なんかっていう。はい。英語だとありますか？英語だと中学生の時は多分 like ってよく使いますね。使いました。今もでも結構使ってるかも。今そんなにね。でもはい。そう、お話してて like って結構言ってたかも。面白いですね。はい。それは結構若者っぽいですね。like 使う気がしますね。なるほど。なるほど。私、なるほどもよく使いますね。はい。口癖も考えると結構面白いと思います。なので、ぜひ癖について書いていただけると嬉しいです。はい。授業、癖、なんか質問ありますか？この文章についてでもいいんですが。今日一番気づいたのは、はい、日本語の癖と英語の habits の違いですね。
英語の habits っていうのは多分もっとのことを like includes 含む like includes more things カスタムも含むって感じですか？そうですね、習慣でも habits って言うんですね。なるほど。日本語の癖は多分もっとはい狭いかもしれないですね。そうですね。もしよかったら次回があったらカスタムもトピックもあるんです。でも本当に勉強になりました。ありがとう。はい。まだちょっと時間あるので、じゃあカスタムについて少し話して。カスタムあります。習慣です、日本語だと。はい。いい習慣、悪い習慣あると思うんですが、私は毎朝、おばあちゃんが去年死んじゃったんですけど、おばあちゃんにインセンスをこうあげるのが毎朝の習慣です。はい。そしてこうプレイですね。お祈りします。あとは何かあるかな、習慣。あります？ジャーミンさん、習慣。習慣ですね。毎朝マラソン1キロ走ります。そうじゃないです。ヨガします。コーヒーを飲む。飲みます。コーヒーを飲みます。コーヒー毎朝？毎朝。インスタント？それとも自分でドリップします？はい。ドリップする。はい。じゃあ時間朝割と早く起きますか？そうですね。多分6時かな。はい。でもコーヒーを飲まないと何もしたくないんですね。目が覚めない感じ？はい。わかります。私も仕事がある日は毎朝コーヒー飲みます。インスタントですね。朝起きるのがあまり得意ではないのでドリップする時間がない。そうですか。から、いつもインスタントコーヒーを飲んで朝の支度をします。先生は毎朝何時ぐらい起きる？最近はオンラインのお仕事が多いので、9時くらいですね。でも日によって8時とかレッスンが入ってたりすると7時とかに起きます。そうですね。はい。前は日本語学校で働いていたので、その時は電車で通勤してたので、6時とか5時半とかに起きてましたね。早いですね。シンガポールの学校は何時からですか？スタート。私の学校は7時40分。早い。はい。そしたらジャンミンさんはいつも何時に起きるんですか？6時。6時。はい。何時に家出ます？何時に家を出ますか？6時40分ぐらいかな。40分。じゃあ40分で朝の支度をして出て、学校まで1時間はかからないのか。学校にもっと早い。先生たちは多分7時くらい着きます。はい。30分前に。そうなんだ。7時からだと早いです。7時早いですね。早いですね。日本はかわいそうですね。とか。だから日本に戻ってきたいんですよ。はい、そうです。はい、これ。でも私は今8時半でもちょっと早いなと。最近とっても遅いので思いますね。はい。でも学校が終わるのは早いですか？はい、それでも早いです。何時に終わるんですか？シンガポールは。普通の授業はあと2時ぐらい終わって。早い。そう。でも他の部活動とかあります。
なるほど。部活の担当とかあるんですか、ジャミーンさん。はい。あ、何の部活ですか？なんて言うんですか。バイオリン、だけじゃなくて、バイオなんていう、リン、バイオリンってビオラとか、ストリンあ、グス。ね、吹奏楽かな？吹奏楽、オーケストラみたいな。でも、音楽の。はい。でも、ストリングスだけ。ああ、管楽器ですね。漢字一緒かな？これで合ってる？違う？多分違うと思います。管楽器ですね。はい。あ、弦楽器。弦楽器。like string。はい、これですね。はい。漢字じゃなかった。弦楽器。弦楽器の部活なんだ。はい、これ。すごい。弦楽器。はい。じゃあ、大学とかで弦楽器とかがメジャーだったんですか？いや。でも習ったことないんです。はい。私は弦楽器、数年前にウクレレを始めました。ウクレレ弾けます？はい、少し弾いてます。いいな、教えてほしい。今まだ弾いてるんですか？たまに弾きます。歌いながらこう。はい。でもまだまだ下手ですね。でも例えばどんな歌歌ってるんですか？日本の歌なんですけど、海の声とかわかりますか？この前の先生もその歌、演奏しました。ウクレレね。はい、三味線で。三味線でかっこいい。そう、海の声は割と弾きやすい。あと、シマンチュヌタカラっていう。それでも沖縄の歌なんですか？そうです、そうです。それもやりやすくて。それとか、あと、糸。それは聞いたことないです。知らないですね。糸っていうちょっと、それも優しい簡単なやつなんですけど、まだ簡単なやつしか。多分ドラえもんのひまわりの約束？ひまわりの約束。歌ってください。いいですか？そばにいたいよ。君のためにできることが。聞いたことがあると思います。はい、ドラえもんの映画の歌だったのかな？も練習してます。まだ上手に。ゆっくりできるけど、早くはできない。ね。はい。でもジャミーさんはピアノでどんな曲を弾くんですか？今はあんまり弾いてないんですけど、この前は英語ではショパン？ショパン。ショパン、はい、の曲が大好きで、そうなんだ。ショパンが誰だったっけっていうこと聞いたことあるけどどんな人だったっけはい。でもいいですね、音楽。そうですね。あとはじゃあ習慣、他に何か習慣ありますか？はい。私はクリスチャン。そうなんですね。で、食べる前祈る。それも習慣ですね。習慣ですね。へえ、そうなんだ。いいですね。でも日本人でもいただきますって言いますね。でもそれ習慣か。宗教はあんまり関係ないですね。このいただきますにはね。なるほど。そうすると習慣と別になるけど、風習って聞いたことあります？
聞いたことないんです。風習は、この国とか土地だけでやる習慣の仲間ですね。日本のお盆とかわかりますか？はい、8月ですか？はい、もうすぐなんですけど、これは風習ですね。はい、同じ仲間っていう感じです。シンガポールには何か風習ありますか？それは cultural。そうですね、文化的な習慣。文化的な習慣ですね。あんまりない？あるかもしれないんですけど、今考えると、もっと、他の、日本の風習、もうすぐ、確か今度7月の28日に日本人はうなぎを食べます。これは土用の丑の日っていうんですけど、この日に今度は28日なんですが、日本人はうなぎ、夏の土用の丑の日っていう日にうなぎを食べると、夏に負けないで元気に過ごせるって言って、たくさんの人がうなぎを食べます。そうですか？はい。なんか決まった日に何か決まったものを食べるとか。はい。ある？中華系？でも私も、あんまりしてないんですけど、あります。でもそれちょっと難しい。あるけど、Dragon Boat Festival って言うんですね。ドラゴンボールフェスティバル？ Dragon Boat ね。ドラゴンボート。ボート。はい。なんかちょっと日本のお盆みたいな？違う。後で調べます。今ちょっとわからないんです。はい。後で教えてください。あとはムーンケークフェスティバル。ムーンケーク。多分日本語の月餅ですかね。はい。おまんじゅうみたいな。そうですね。それはいつ食べるんですか？決まってないの？はい、決まってるんですけど、私はムーンケークフェスティバルですね。9月かな。はい、9月。Mid Autumn Festival って言うんですね。なんで9月の真ん中にお祭りするの？何のお祭りなんだろう？この感じ。見えないかも。見えないんですか？画面シェアします。難しいのか。はい。すみません。じゃあ宿題で書きます。これかな？今本当にわからないんです。いえ大丈夫です。でも宿題は癖の作文でぜひ送ってくれれば私直して送ります。今日の授業は50分ですよね。はい、以上になりますが、何か質問とかあれば。ないと思います。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。じゃあ今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。